新幹線というのは静岡県を横断するんですけど、リニアの場合は静岡県に止まらないんですよ。結局もう作ることを決めちゃってある程度金ぶっ込んだから中止にしたとしてもお金が返ってくるわけではないのでもう作った方がまだマシだよねっていう話だと思うんですよね。リニア中央新幹線の静岡区間工事に伴う田代ダム案について、東京電力との正式な協議はこれからのようですが、JR 側は東京電力の内諾をどこまで取っているのでしょうか。東京電力が関係してくんの？僕、その静岡の話が、ちゃんと真面目に考えるのが時間の無駄な気がしていて、ちゃんと調べなくなっちゃったんですよね。新幹線というのは静岡県を横断するんですけど、リニアの場合は静岡県に止まらないんですよ。普通の新幹線の場合は新幹線の駅も止まるので、静岡としてもお客さんが降りたりとか便利になったりとかっていうのでいいよねってなるんですけど、リニアの場合は静岡ほぼ止まりませんと。なので通られるだけで、しかも新幹線の乗客が減るとしたら、静岡県の経済としてはマイナスだよね。なので、なんとかして静岡は金を引っ張ろうっていう風に考えてるんですよ。こんなストレートに言ってないと思うんですけど、で、そこで思いついたのが、リニア新幹線は、地下通るんですよ、リニア新幹線って。なので、地下を通るときに、そこで地下水の流れが変わる可能性がある。で、地下水の流れが変わる可能性があるので、その地下水が取れなくなるための金を払えとかって言い出したんですよ。川の流れが変わるとか、地下水が染み出てくるところの水の水量が変わる可能性があるから、そこの保証の費用というのを、もうその JR 東海が出せみたいな。要は今、新幹線って地上を走るんですけど、そうするとその騒音対策とかでいろんな工事したりとか、あと騒音があるからって周りにお金を配ったりとか、結構お金かかるんですよ。なんでもうめんどくせえって言って、JR がもう俺ら全部地下通すわみたいな。で、地下通しちゃうから、逆に駅も作れねえから、静岡で止まんねえよっていう話になっちゃうんですよ。もう一発で名古屋行くわみたいな。最初の泊まる駅名古屋で、次京都です。で、3つ目大阪なみたいな。その方が早いじゃんってなってて、で、東京のお客さんも、多くの人は名古屋とか大阪に行きたいだけだから、静岡の駅とかいちいち泊まる必要ねえよと思ってるんですよね。なので、もうビンビンじゃんってなったら、静岡がそこで金取れないから、なんとかごねようと思って、いろんなごね方をしていると。で、静岡国際空港だっけ？なんか静岡国際空港の時も、山の上にある木が、ひょっとしたら邪魔になるかもしれないから、それを切り倒さなきゃいけないから金をくれみたいな変な揉め方したんですよね。っていうのがあるので、なんでなんか静岡は相変わらず金引っ張るためにいろいろ文句言ってんなっていう感じがするので、僕はその新しい静岡の工事情報をあんまりまともに読む気がなくなってるんですよ。ちゃんとその冷静に解決する気になって合理的な話をし始めるのであれば、こういう問題があってこういうことなのねって納得しようとは思うんですけど、地下水の流れが変わるとかって言い出したりすると、なんかこの人の話聞いてもしょうがねえよなっていう。地下水の流れが変わって結果として困る人が出ましたっていうのが客観的に証明できればいいんですけど、多少水量減ったって別に生活変わんないですよ。雨があんまり降ってない季節とかって川の水減るとか普通にあるじゃないですか。なので川の水の量が増えたり減ったりする当たり前の自然現象であるんですよ。なんでそこだけ JR が金払わなきゃいけないのみたいな。海外在住のひろゆきさんに質問です。JR 東海が建設中のリニア新幹線はコロナの影響で航空会社新幹線が共に大赤字になる中、黒字になる可能性が極めて低くなったと思います。JR や国はそれでも建設を続ける理由として、リニア新幹線という技術を掲示で外国に売り込めばトータルでは黒字に儲かるという理屈で正当化しています。日本からリニア新幹線を買おうという国は現れるでしょうか？いいえ。またひろゆきさんがリニア推進の立場だとしてもう少しマシナリーを述べるとしたらどういうロジックにしますか？結局もう作ることを決めちゃってある程度金ぶっ込んだから中止にしたとしてもお金が返ってくるわけではないので、もう作った方がまだマシだよねって話だと思うんですよね。人の悪口を言ってる時にどんどん目の輝きが増している。すいません。僕は見てわかる通り性格悪いのを隠すことができないんですよね。置いといて。で、今その日本で作ってるリニア新幹線って大阪と東京っていうのをつなぐっていうのなんですけど、途中の駅には止まりません、途中の景色は見れませんっていうので、その代わり安くて早く作れますっていうのでやろうとしてるんですよね。
で、その技術としては、それはそれであった方がいいよねって話なんですけど、ただ他の国で行くと、それ飛行機でよくねっていうところを超えられないんですよね。そこまでその土地を買って線路を作ってで早く行きますって言ってもでも飛行機の方が早いよねっていうところは変わらないんですよ。なので名古屋と東京とかって新幹線で行っても飛行機で行っても言うと飛行機だと飛行機に乗るまでにチェックインとかで2、30分かかったりっていうのがあるのでそれだったらもう新幹線の方が乗ってすぐ切符買ったらすぐ乗れるから新幹線の方が早いよねっていうのがあって名古屋に行くんだったら飛行機乗らないよねっていうのがあってそれぐらいの距離だとやっぱ新幹線って便利なんですよね。新幹線的な早いものって。大阪とか札幌とか本当に早く行きたいんだったらもう飛行機の方が全然早いよねっていうところあんま変わんないのでなので他の国で行くとなかなかきついんじゃないかと思うんですよね。で新幹線の何がすごいって1分も遅れないんですよね。新幹線って5分おきとかに出たりするんですよ。専用の線路の上で全く干渉がない形でずっと走ってるから人が入り込んだとか線路のところで踏切が開かなかったとかがないので完全に予想外のことが起きないような状態にして300キロとかでめちゃめちゃ速い速度で走るものっていうのを1分単位の遅れの中で動かすっていうのができるんですけど残念ながらこれって他の国だと不可能なんですよ。そこまで日本って日本ほどの完全なコントロール下において管理ができるような国ってあんまないんですよね。で新幹線の技術自体は台湾かなんかに輸出したりとかしててインドネシアに輸出しようとしたら管理コスト高すぎるって言って却下されたんですよね。早く動く電車っていうのは別に中国でも作れるんですよ。中国ってもともと上海にニアモーターカーがもう15年以上前ぐらいにあったんですけどなので早く動かそうとするんだったら全然できるんですよ。ただそれを安定した形でずっと運用し続けられるかどうかっていう管理の方のシステムがめちゃめちゃ優秀なんですよ新幹線って。でそうすると管理のコスト高いよねってなってインドネシアで高速鉄道を作ろうってなった時に中国がうちのが安いっすって言われて中国に負けたんですよ。なので管理が実は重要なんだよね運用が重要なんだよねっていうのをそもそもの他の国は理解してないのでなので残念ながら日本の強みっていうのを売りにできないんですよね。なので勝てないと思います。今は順調ですがリニア開通前に JR の株を買うのはありでしょうか。いや僕はやめた方がいいと思いますけどね。人の移動自体がどんどん減ってってるのはコロナの影響もあるんですけどリモートで結構なんとかなるよねっていうのが伝わっちゃったんですよね。昔だとその大阪に新幹線で行って大阪出張して対面で話すっていうのが当たり前だったけど別にそのなんかリモートでオンライン越しで会話しても別に必要な会話はできるよねっていうのが世の中に伝わってしまったのでなので移動っていうのはどんどん減っていくと思うんで航空会社とか JR とか厳しくなるんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。